こんにちは。今日は夏のカバンの中身を紹介したいと思います。今使ってるのはこのエルメスのピコタンのちっちゃい方をよく使っております。色は若干オフホワイトで、白とクリーム色の間ぐらいかな。タナって呼ばれる色を使っております。今ね、リボンも巻いてるんですけども。では早速バッグの中身を取り出していきたいと思います。ではまずは携帯電話。はい、これは iPhone です。iPhone の13かなのプロだと思います。これでね、よく動画を撮ってるんですよ。最近の iPhone は画質もいいですし、暗いところでも鮮明な動画を撮れるので、大変愛用しております。はい、ではどんどん行きましょう。あとはですね、そうだ。私は髪が長いので、こういったヘアクリップを使っております。こちらはアレクサンドル・ドゥ・パリというところのヘアクリップなんですけども、以前いただいてすごく色味が可愛くてね、とても使いやすかったので、今回はね、リピートして違う柄を買っています。これはね、ベージュベースで模様がね、黒になってるんですよ。で、このヘアクリップしっかり止まるし使いやすくて、そしていろんな色やいろんなバージョンの展開があります。もっとね、スワルフスキーみたいなストーンがついたものとか、これは多分お花の柄がこうやってスケルトンっぽくなってると思うんですけども、ここが全部埋まってるタイプのね、結構普通のシンプルなクリップとかいろいろなバージョンがあります。これは使いやすいのでたくさん使っております。暑いんでこうやって髪の毛を束ねて、そしてこうね、クリップで留めると外食する時とか、外の散歩する時にね、汗かいてるとね、ちょうどいいんですよね。はい、こんな感じで簡単に留められます。では次のものを見てみたいと思います。では3つ目はこちらです。ジバンシーのプリズムリーブルプレップセットグローミスト。こちらはメイクアップベースなんですけども、こうやってスプレーになっててミストみたいに出てきます。しかもこれね、日焼け止めがね、ちゃんと入ってるんですよ。SPF45 って書いてます。ちょっとやってみますね。こうやってすると、外出先でメイクしてても日焼け止めだんだんね、弱くなってくるので、こうやってね、ミストにしてちょっとたくさん飛んでるところは手で押さえております。香りもなんかね、女性らしいちょっとゴージャスな香りがするんですよね。ほんと海外のね、コスメっていう感じで、なんかふわっといい感じの香りがします。夏場ってね、一回化粧するとそこから日焼け止めを再度塗り直すっていうのが難しいので、こういったミストタイプで中に日焼け止め成分があるものを探しておりました。これは本当に良くて、カバンにもね、入るサイズなので外出先に持って行って使うようにしております。はい、次の見ていきます。これはクレドポーのファンデーションです。さっきの日焼け止めを直すね、このセットで持ってるんですけども、こちらはファンデーションが取れてたりとか、コンパクトになって鏡もついてるので、メイク直しに使っております。こんな感じですね。で、このね、いいところっていうのは、メイク直ししか私はこういうパウダーファンデーション使わなくて、普段はベースメイクを塗った後、コンシーラーで化粧をしているんですけれども、外出先の化粧直しではパウダーファンデを使っております。コンパクトが、こう横のタイプだったり、もっと大きいタイプもあるんですけども、カバンに入れるのになるべくちっちゃいコンパクトを探していました。それでこのクレドポーのファンデーションにたどり着いたんです。結構ちっちゃいでしょ？やっぱ荷物はね、なるべくちっちゃい方がいいかなと思って、こういう小さいサイズの化粧品を探しております。あと次は、ハンドクリームです。これはブロッサミングハニーサックルホワイトデイっていう香りです。40ml ですね。ちっちゃいでしょ、これも。ハンドクリームも大きいタイプから、もっとね、ボリュームがあるのいっぱいあるんですけども、外出先で使うのに、こういうちっちゃいハンドクリームを見つけて、カバンに入れるようなのをね、探しております。外出先では、このぐらいのね、40ml のちっちゃいハンドクリームがいいんじゃないでしょうか。これもね、とても香りがいいです。で、あとは、モアリップ。これはジェルタイプの、リップクリームみたいなね、リップ美容液っていうんですかね、使っております。こういうのね、いっぱいあって、モアリップもいいですし、あと、オバジのリップもいいですし、リビジョンのリップもあるので、それを持ち運び用にはちっちゃいのこれとか、家の中ではこれっていう風に使い分けております。リップクリームよりもね、こういうなんかジェルっぽい方が合うみたいで、乾燥するので使っておりますね。使いやすいです。
そしてイヤホンです。これはね、ノイズキャンセリング機能がついていて、とても使いやすいです。中はこういったブルーです。これ結構前に買って、私は多分出たての時に買ったから、この展開がこれ一色しかなかったんじゃないかなと思うんですけども、後からね、どんどん新しい色が出てきたなっていう印象です。夏は涼しそうなので、この色気に入っております。はい、では次見ていきますね。もうだいぶこのちっちゃいカバンの中から物が出てきましたね。結構収納できますよ。あとは財布です。財布はこれなんていう形かな、コンスタンスに近いですよね。こういうカバンねあります。こう開けると中にちっちゃなポーチがついていて、これが小銭入れになりますね。これ使いやすいですよ。でこの小銭入れになって、でこっち側の方に折ったお札を入れたりとか、あとカードを収納しております。この革もね気に入ってるんですよ。これリザードって言うんですけど、トカゲですね。で本当後ろね、これねベルトを通すところがあって、カバンに入れなくても腰にこうベルトでねこうつけておけるポシェットポーチみたいな感じで持てるようにもなっております。私はこの後ろのねベルトを持ってないので、こういうカバンの中にね入れております。はい、そして次はこれちょっと両方一緒セットに出そうかな。じゃーん、メモ帳です。これ私は今ソムリエ試験の勉強をしていて、ソムリエ試験の一次試験って本当に暗記が多くて、というか暗記しかなくて、もうほとんど地理なんですね。で、その地理の問題でやっぱり頭の中になかなか難しいことが入ってこないので、こういった付箋にわからないことをこうやってねまとめてるんですよ。で、外出先であの言葉何だったっけなーって言ってこう見れるようにして、トリア州のワインはこれだなとか、カンパーニャのワインってこれだなっていうのをこう見ながらやってます。付箋で勉強して、覚えたなっていうところをこのちっちゃいノートにこう貼っていくんですよ。もう今ちょっと見えてるかな、薄く貼ってるんですけど、これを、例えばトスカーナページとか、イタリアのページ、北部とか南部とか分けてもうバーっと貼っていっております。覚えたらこのノートに写してます。でこのノートが後でね読み返して、人間ってやっぱ忘れていくので、いくら覚えてこっちに移行してもまた忘れてしまうんですけども、テストが近い時にねこう見返して、そうだそうだこれ覚えたなとか、もし間違った問題があればこれを見返して、やっぱりここ解いたけどまた忘れたなとか、そういう風にこう使っております。この付箋可愛いでしょ、これ猫の。これね文房具屋さんで発見して非常に可愛いので気に入って使っております。もっとシンプルな付箋いっぱいあるんですけども、やっぱ文房具をこう可愛い自分のお気に入りのものに変えることによって勉強がはかどる気持ちになるというか、やろうって思うので、持ち運び用にこういう可愛い文房具使っております。ちょうどいいでしょ、このちっちゃいサイズ。ノートもねちっちゃいのがいいんですよね、持ち運べるように。はい、そして最後はもう食べかけで申し訳ないんですけどね、大好きなハリボーです。ハリボーのゴールドベア味が一番好きで、やっぱりねこのサイズがね美味しいんですよ。個包装になってちっちゃいのもあるんですけど、なんとなく硬いと言いますか、水分が飛ぶのが早いと言いますか、個包装に飛ばないようになってるんですけど、若干ね食感が違うんですよ。このサイズのハリボーが一番好きで、これをね家でよく食べてます。でこれねこう乾燥するとほんとハリボー致命的なんでこういうのをねやってます。皆さんこれ使ってますか？これ便利なんですよね。あんまりこう一袋開けて食べることがないんで、ポテトチップスとか、そういうねスナック菓子に使えると思うんですけど、あとね乾燥しちゃ嫌なもの、海苔とかかな、わかんないけど使えるかなと思うんですけど、こういったので蓋をして持ちます。結構まだ残ってますね。大事に食べてるんで。ちっちゃくて可愛い。ちょうどいいサイズ。おいしい。乾燥させないように気をつけないと。はい、ということで今回は夏のカバンの中身紹介でした。今一番使っているものを今回はねご紹介できたと思います。夏なんでね本当、汗かくし日焼け止めも落ちるし、今ちょっと勉強していることがあるのでね荷物若干多めなんですけど、このカバンの中に全部ちり収まってます。もうちょっと入るかなって感じなんですけども、でもやっぱりねカバンはね軽い方がいいので、あまりなるべく中身は入れないようにしております。ということでまた次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。